うわ、めっちゃ水垂れてきた。皆さんこんにちは、おちょさんです。秘宝です。ジェットのパワステが壊れたかもしれません。はい、実はですね、YouTube のコミュニティの方で写真をお見せしたんですけれども、先日ちょっと群祭でドリフトの、初挑戦する撮影がありまして、それに Z でちょっと行ってきたんですけれども、その時にドリフトをですね、短い時間なんですけれども定常演練習をした後にですね、直後にハンドルがものすごく重くなりまして、で、それが終わった後にすぐボンネットを開けて見てみたんですけど、結構パワーステが吹いちゃってるんだかこぼれちゃってるんだか分からなかったんですけど、まあ少しなんか溢れているというか滴っているというか、なんか飛び散ってるような感じが見受けられたので、その時にパワーステオイルを多少足して、今はこんな感じで多少は軽くはなったんですけど、もう当時はもう止まってる状態でハンドル全然切れないぐらい重くなってしまって、もう完全な重捨て状態です。加えてこの音聞こえますかね。ちょっと動画で聞こえないかもしれないんですけど、あ、ここら辺かな。なんかこうハンドルを切りますとウィーンウィーンっていうような、なんかこうモーターが回るような音って言ったらいいんですかね、そういったような音がすごく聞こえるので、おそらくパワステのポンプか何かの音じゃないかなと思うんですけれども、まだそれもちょっと原因をしっかり調べられてないので、これからボンネットを開けて、それから下もちょっと上げて下回りといろいろ検証していきたいと思います。こちらがパワステですね。今はパワステオイルを足した後なんですけれども、下回りをちょっと、これ動画で見えるかな。はい、こんな感じでホースのところとかにパワステのオイルが付着しているような跡が結構ここら辺周辺で目立つんですよね。なのでちょっと溢れてるんだかこぼれてるんだか漏れているんだかちょっとわからないんですけど、原因を探していこうと思います。それではちょっと見にくいのでアンダーカバーを外していきたいと思います。ちょっとフロントだけなんでジャッキと馬で上げて、アンダーカバー外して下回り見ていきたいと思います。うわ、めっちゃ水垂れてきた。冷たい。よいしょ。はい、これちょっと今アンダーカバー外してみたんですけど、ここら辺分かりますかね。ここら辺にオイルが垂れてしまっている跡があります。ここら辺も。これはただの雨の水なんですけど、ここら辺の黒い汚れというかシミがオイルが漏れた跡ですね。ちょっとこっちのステアリングラックの方のカバーも外します。はい、今アンダーカバーを2つ外してみたんですけれども、現状こんな感じになってます。ボンネットの下側のアンダーカバーとラック側の下のアンダーカバー両方にオイル染みができているような感じですね。で、ボンネット側のアンダーカバーっていうのは、要はこのシミがあるところの上にパワーステフルードのタンクがあるので、そこから何か溢れちゃったりとかこぼれちゃったりした時に、この下が汚れるのは分かるんですけれども、このラック側のアンダーカバー、ここにものすごいシミができてしまっているので、これがちょっと謎です。なのでラックからオイル漏れしているのか、それともホースを伝ってテテテテって感じですごいオイルだまりというか垂れてしまっているのかが、ちょっとまだ現状ではわからない感じになってます。なんだろう、ラックも壊れてんのかな、ちょっとわかんないので、もうちょっと調べていっていきたいと思います。
はい、今ちょっと下に潜って見てみたんですけども、このラックの付け根の六角のところからものすごいオイルが漏れちゃってますね。でこれ右側だけじゃなくて左側もシミというか垂れるほどまではいってないんですけど、オイルが漏れちゃってる様子がすごい見受けられますので、これラック交換しないといけないのかな。それともこの六角を締めればそれで治るのかな。逃がし弁みたいな感じになってて、圧力がすごいいっぱいになっちゃうとここから逃がしてくれるみたいな、そういう機構なのかな。ホースを伝ってるオイルをホースがこう伝ってる感じはないので、おそらくここからオイルが漏れてると思います。でちょっと原因がわからないのでちょっと調べてみようと思います。はい、そうしましたらですね、一回どのぐらいどこからどのぐらい漏れてるのかっていうのを調べたいと思いますので、パーツクリーナーで全部きれいになるべく掃除をして、でその後ハンドルをぐりぐり切ってどこからどのぐらい漏れてるのかっていうのを、検証していきたいと思います。パワステのここの大きい六角のネジって一体何の役割があるんですかね。なんかパワステの油圧とかがかかりすぎた時に逃がしてくれるような機構になってるのか、それともただ締め付けてあるだけなのかちょっと分かんなくてですね、ネットでもいろいろ調べてみたんですけど、なかなかちょっと出てこなかったので、もし分かる方いらっしゃったらコメントで教えていただけるとすごく助かります。よいしょ。はい、今ハンドルを何度か切って見てみたんですけれども、さっき見つけたラックからのオイル漏れは今のところしてない感じですね。掃除してハンドル切ってまた潜ってみたんですけど、オイル漏れしてないので、おそらく考えられる原因としてはパワーステのポンプが故障してしまっているのかなっていう感じですね。なのでポンプを交換しなくちゃいけないのかなと思います。ただラックからのオイル漏れは絶対してたので、おそらくラックも何かしら修理だったりなんかしなくちゃいけないと思うので、それはちょっとまだ分かんないので、日を置いて改めて調べて部品揃えてやっていきたいと思います。はい、今ボンネットの中です。パワステのタンクからも漏れてないし、パワステのポンプの下からも漏れてないし、漏れてる感じはないし、ちょっとよくわかんないな。謎は深まるばかり。はい、ということで Z33 のパワステが壊れたかもしれないということで本日の動画でした。結果いろいろ調べたんですけれども分からずということで、ちょっと不本意な結果ではあるんですけれども、ラックから漏れていたあれは一体何だったのかっていうことと、パワステのポンプが故障しているかもしれないということが分かったので、ポンプ交換が今後必要になってくると思うんですけれども、そういったようなことが今後またメンテナンスとして必要になってくるのかなと思います。ちょっとねポンプ交換大変なので、また気合を入れて整備しなくちゃいけないですね。ラジエータのファン外したりとかアッパーホース外したりとかしてやらないといけないですし、もちろんポンプ交換私やったことないので、またいろいろちょっと調べて、やっていきたいと思います。あとですねちょっと原因が
わからないところが何個かあったので、もし視聴者の方で、こういった原因かもしれないよっていうのがわかる方いらっしゃれば、ぜひコメントで教えていただけると非常に助かります。私もまだまだ素人なのでわからないことがたくさんあるので、皆さんのお知恵をお貸しいただければと思います。よろしくお願いします。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いなと思っていただいた方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。イエイ。あー、うまい。